2024年7月に2泊3日で京都と大阪に旅行で行こうとしていた時のパッキングの様子を紹介します。出発する直前で急遽旅行は中止になってしまったのですが、動画は撮影していたのでアップロードすることにしました。まずはボストンバッグの中身を紹介します。バスルームで使うものはこちらです。私は嗅覚過敏で香料の強いものが苦手なので、匂いが控えめな植物由来のシャンプーとコンディショナーの試供品を持っていきます。ボディーソープ、トラベルサイズの極潤のスキンケアセットを持っていきます。極潤のスキンケアシリーズは無香料なので愛用しています。クレンジングだけではアイメイクが綺麗に落ちないので、ポイントメイクリムーバーを必要な分だけ容器に移し替えて持っていきます。マスキングテープに中身を書いて貼っています。液漏れしやすいので小さいフリーザーバッグに入れました。アイメイクリムーバーと一緒に使うコットン、綿棒、小さめの洗顔ネット、クレンジング用品はまとめて袋に入れます。まとめておくとお風呂場で使うときにわかりやすいです。ボディタオル、デンタルフロス、普段家で使っているうがい薬のミニサイズを旅行先にも持っていきます。コップに3回振って入れて水で薄めて使います。洗濯ネットにもなるポーチです。旅先で急遽洗濯が必要な時に便利です。S 字フックとこのポーチを組み合わせて吊るせるポーチを作ります。ファスナーカバーの部分に S 字フックを通すだけで簡単に吊るせるポーチを作ることができます。バスルームが狭い時に使うと便利です。ポーチの中にバスルームで使うものを入れていきます。S 字フックと組み合わせて作るポーチは市販の吊るせるポーチよりも安く作れるのでおすすめです。スキンケアセットと便利グッズも準備します。以前東横インのアメニティでいただいた化粧水、クリーム、自分で購入した DHC のスキンケアセットは無香料でした。日中用クリーム、美容液のサンプル、試供品でいただいたヘアオイル、無印良品のホホバオイルは無香料で安く手軽に購入できます。移動中に蓋が開いたら嫌なので蓋の上からマスキングテープで留めます。無印良品の小さいサイズのハサミとマスキングテープは旅行中何かと便利で使えるので持っていきます。試供品が開かない時にこのハサミはよく活躍してくれます。マスキングテープ、ボディケアグッズも持っていきます。エアコンで夜寝ている間に喉が乾燥するので濡れマスクを持っていきます。マスクは少し立体的な形になっていて、内側にはポケットがついており、そこにウェットフィルターを入れて使います。マスクを入れて捨てるためのビニール袋、マスクとウェットフィルターがバラバラにならないようにまとめます。寝る前につけ忘れることがあるので、ホテルに着いたらすぐにこれを枕元に置きます。真夏で汗をかくので汗取りパッドも持っていきます。夏の旅行の必需品です。スキンケア・ボディケアグッズを IKEA のフリーザーバッグにまとめます。フリーザーバッグは透明なので中身が見えやすく、忘れ物をしにくいので旅行のパッキングの際におすすめです。また入り口が二重になっているので液漏れが心配なものを入れても大丈夫です。もし中身が汚れてもフリーザーバッグを捨てればいいので楽です。化粧品とヘア用品も準備します。ヘアクリップ、カラーコンタクトレンズ、日焼け止め、ファシオの BB クリームは無香料で3色展開なので肌の色に合ったものを見つけやすいです。
アイシャドウベースはアイシャドウの持ちと発色を良くしてくれるので、写真をたくさん撮る時の必需品です。液体タイプのコンシーラーは液漏れしやすいので、容器の入り口をティッシュで拭いてきれいにします。容器の入り口をきれいにしたら液漏れしづらくなりました。いつも使っているフェイスパウダーはそのまま持っていくと大きいので試供品を持っていきます。付属のパフは小さすぎるのでルナソルのチークブラシでつけます。ケイトのアイブロウパウダーは愛用しすぎて蓋が壊れています。アイブロウブラシ。資生堂のアイブロウペンシルはコスパ最強です。グレーは黒髪に合います。眉マスカラ、アイシャドウ、アイライナー、ビューラー、マスカラベース、マスカラ、櫛、マトメージュ。ヘアスプレーは匂いが苦手で基本的には避けていたのですが、こちらの無香料のケープは嫌な匂いがしないのでおすすめです。化粧品は可愛いポーチに入れたいところですが、汚れやすいのでジッパー付きのフリーザーバッグに入れます。ミニサイズのケープやマトメージュなど少し大きいものがあるときにはマチ付きのフリーザーバッグがおすすめです。普段は IKEA のフリーザーバッグに化粧品を入れていますが、マチ付きのものがなかったので家族からダイソーのフリーザーバッグをもらいました。フリーザーバッグは中身の大きさによって使い分けるようにしましょう。服はショップ袋に入れました。ホテルに使い捨てのスリッパがないことが多いので自分で持っていきます。何かと便利な IKEA の大きめのフリーザーバッグ。観光地でもらったパンフレットを入れるためのクリアファイル。ストーンバッグに荷物を入れていきます。前の部分にはクリアファイルと IKEA のフリーザーバッグ、スリッパ、ボストンバッグのチャックを留めるための南京錠を入れました。一番大きい収納部分にはバスルームで使うものとスキンケアグッズ、化粧品、服を入れてボストンバッグの準備は完成です。次にリュックの中身を紹介します。まずはガジェット類です。Google マップやモバイルイコカを使ったり、移動中に Kindle を読むためのスマートフォン。夏服はポケットが少ないのでスマホショルダーも持っていきます。旅行中の健康管理のためにスマートウォッチを持っていきます。歩数計や睡眠の質、ストレス値を測れるだけでなく、SNS や電話の通知も来るので、旅行先での友人との待ち合わせにも便利です。モバイルバッテリーと充電器が一体になったものを持っていきます。コンセントに直接挿して充電できるので、モバイルバッテリーを充電するときにケーブルと充電器が必要ないのも楽です。急速充電にも対応しています。モバイルバッテリーがどれぐらい充電できたかは丸い部分が青く光るので分かりやすいです。充電ケーブルを挿せばモバイルバッテリーの充電と同時にスマホの充電もできます。充電ケーブル。移動中に音楽やオーディブルを聞くためのノイズキャンセリング機能付きのワイヤレスイヤホン。ガジェット類はフリーザーバッグに入れると重さで破れるので透明なポーチに入れます。財布。ティッシュポーチの中身はポケットティッシュ、目薬、リップクリーム、耳栓。ニベアクリームはそのままだとポーチに入らないのでダイソーのクリームケースに入れました。無印良品の油取り紙、ヘアゴムが入っています。友人にもらったハンカチ、31のエコバッグ。シュパットのエコバッグは大容量でたくさん荷物が入るし、折りたたむのも簡単なのでおすすめです。蛇腹になっている部分を揃えて数回折りたたみ、くるくる回すだけでコンパクトになりました。
メガネ、ウェットティッシュ、アルコールジェル、紙石鹸。スティックタイプの日焼け止めは外出先で塗り直しがしやすいので持っていきます。この日焼け止めはサラサラで塗ってもベタつかないのがいいです。薬手帳と健康保険証。普通のマスクだと暑いので冷感マスクを購入してみました。必要な分をIKEAのフリーザーバッグに入れて持っていきます。京都のお寺に虫がいるかもしれないので虫除けスプレーを持っていきます。夏の外出時の必需品のハンディファン。冷たいお茶を入れるペットボトルカバー。移動時にトラブルがあった時に備えて栄養缶を持っていきます。移動時の非常食についてホームページに記事を載せていますので、もしよかったら概要欄からチェックしてみてください。観光地でもらったパンフレットを入れるためのクリアファイル。軽量の雨天兼用傘は JTB と3COINS がコラボしたケースに入れます。飲食店でカバンを置く場所がない時があるのでバックハンガーも持っていきます。ここに滑り止めがついていて耐荷重が 25kg なので私のように荷物が多い人におすすめです。無印良品のリュックに荷物を入れていきます。無印良品のリュックは大容量で軽く肩に負担がかかりにくい作りになっているので旅行の際におすすめです。一番背中側の部分にクリアファイルとお薬手帳、マスク、エコバッグを入れました。真ん中の部分にはガジェット類、メガネ、虫除けスプレー、財布、シュパット、栄養缶、ペットボトルカバーを入れました。一番外側の小さいポケットにはティッシュポーチとハンカチ、ウェットティッシュ、日焼け止めスティック、紙石鹸、アルコールジェル、スマホを入れました。リュックの両側にはすぐに取り出しやすいように雨天兼用傘とハンディファンを入れました。取っ手の部分にバックハンガーをつけてパッキングは完了です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。